こんにちは、アカデミアの富代です。富代アカデミアニューベーシックは第3回になります。はじめにこのチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳ができますが、まだまだ完璧とは言えません。しかし比較的正確に英語、中国語、韓国語、タイ語、ヒンズー語にはチェックして対応しています。合わせてご覧ください。今日はグラデーションカットを行います。中でも一番使用頻度が多い A ラインのボブ、日本語でいう前下がりのボブをカットします。カットにあたってグラデーションとは何か、どんな特徴があるのかについて徹底的に説明します。分かっているよ、早く動画見たいという方は飛ばして動画をご覧ください。しかし後で時間がある時にでもこちらも見てください。皆さんがニューベーシックを勉強するにあたって知ってほしいこと、それはデザインの裏付けを持つことです。しっかりしたいつの時代にも色あせない理論です。その前に髪を切ることは誰でもできます。ハサミの使い方が分かれば子供にもできるでしょう。しかし私たちはなぜここを切るのか、切った上でどのようなスタイルを完成させるのか、技術を覚えることは大切ですが、もっと大切なことはあります。それは考えることです。はじめは失敗してもなぜ失敗したのか、パネルの引き方、角度、シェイプの仕方、目線がずれたから、それとも考え方などなど考えて失敗から学ぶことです。これはカット技術に限ったことではありません。これからサロンでデザイナーとしてお客様に指示されるためには考えることです。お客様の好みやお客様の心を見る目、ライフスタイル、お客様のファッションから好みを知ること、満足できるヘアスタイルの創造性、それを作るための効率よい技術の組み合わせなどです。考えることが技術の半分を占めています。では本題に入っていきましょう。グラデーションとは、前回もワンレングスグラデーション、レイヤーの違いについては説明していますが、グラデーションについて質問が多かったので、ここでは徹底的に解説します。ですので難しいと思わず、後々理解できると思いますのでお話聞いてください。グラデーション7つの知るべきポイント。1、グラデーションはどういった段差か。2、グラデーションの種類、インサイドグラデーション、アウトサイドグラデーションとは。3、グラデーションで出せる力と方向性。4、グラデーションで作るシルエット、スタイルのシルエットポイントを作ります。5、スライスラインによる違い、横スライスと縦スライス。6、オンベースとオフベース。7、ベーシックでのグラデーションルール。では1のグラデーションはどういった段差か。ワンレングスグラデーション、レイヤーの違いについては何回か説明していますが、グラデーションを作るルールをもう少し深く説明します。A の図、頭を床に垂直にして床と平行の赤い平行線より少しでも下にパネルを引き出し、パネルに対して直角にカットしてできた段差がグラデーションです。B 図は平行線が頭の上に移動しました。どこの位置に移動しようが平行ラインよりもパネルを下に引き出し直角にカットしてできた段差はグラデーションです。ここでのルールはパネルに対して直角にカットすることです。この図の A のように直角にカットすることがルールです。B のようにパネルに対してカットラインを直角以外の角度でカットすると、はじめは正確にカットすることが難しくなります。ですのでここでのルールはパネルに対して直角にカットすることです。ルール外、応用ももちろんあります。引き出したパネルに対してハサミの入れる角度、カットライン、直角以外に B の角度で入れる場合です。今回のベーシックではあくまでも直角が基本です。慣れないうちは横、縦のつながりが正確ではなくなってしまうからです。動画通りにやったがうまくできない場合など、ここがいい加減になっている可能性があります。2、グラデーションの種類。インサイドグラデーションとアウトサイドグラデーションとは、グラデーションにはアウトサイドグラデーションとインサイドグラデーションがあります。A 図はアウトサイドグラデーションになります。B 図はインサイドグラデーションです。インサイドグラデーションはサロンで使う場合、ボブラの内巻きにしたい場合やドライカットのそぎなどです。ショートやボブスタイルの場合、内側から少しずつ外側を長くすることでボリューム感のあるデザインになり、内巻きで量感を出すスタイル作りをしたい時に向いています。今や毛束ごとにイングラデーション、アウトグラデーションと組み合わせてカットするとヘアスタイルに空間が生まれ、手流れに動きと立体感が生まれます。
アウトグラデーションは頭の形によってシルエットが変わります。A のように引き出されてカットされた毛束は B のように頭に沿ってスリーク感が出て C のようなカーブを描きます。これが横スライスでグラデーションをカットする場合、頭の上の方 D 部分のパネルはダウンステムになりがちで、グラデーションの段差がダウンステムでカットしたようになりやすく、髪がとどまりやすくなります。E は頭の形が下を向いているので、アップステムになりやすく、なだらかな段差になります。これらのことを頭に置いてカットできると、ドライカットでグラデーションのポイントをなだらかにしようと、そぎを多用しなくてもなだらかになります。現時点ではあまり深く考えずにカットしましょう。いずれこのポイントをなだらかにするために D の部分のグラデーションはパネルの角度を引き上げ丸くカットするなど対応ができるはずです。3. グラデーションで出せる力と方向性。グラデーションとレイヤー、紙に段差ができますので、図のように毛束を後ろに引き直角にカットすると引力により紙が下に落ち、なおかつ前が長く後ろが短くカットされていますので、前方向に紙が流れやすくなります。縦スライスでグラデーションにカットされた紙は、下側の紙を上の紙が押さえつけて紙の収まりが良くなります。グラデーションのように段差をつけることでカットするだけで紙に力と方向性を出すことができます。4. グラデーションで作るシルエット、スタイルのシルエットポイントを作ります。A 図ではグラデーションの毛束の角度を45度で引きカットした図ですが、後ろのポイントが高くなりシルエットにいろいろな表情を与えます。B 図ではパネルの角度を30度に引きカットした場合、ポイント位置が少し低くなりシルエットポイントも変わりました。C 図では引き出し角度を15度にした場合です。この図は顔の正面から見た図ですが、上のマネキンの図では A 図オレンジ色45度でパネルを引きカットすると下の A 図オレンジでポイントが上がり、このようなイメージになります。合わせて B 図です。上のピンク30度で引かれた図が下になり、ボブのポイントが少し下がり、この操作で顔への似合わせやイメージの変化を行います。もちろん C 図はボブのポイント位置が一番低いケースです。随分イメージが変わります。5. スライスラインによる違い。横スライスと縦スライス。グラデーションも縦スライスで取るか横スライスで取るかによって違います。今回は縦スライスで前下がりのボブをカットしますが、もちろん横スライスでもグラデーションカットはすることができます。縦スライスはポイント位置の調整の目安がつけやすく、カットしやすく、縦のつながりが良くなります。横スライスはローポイントのグラデーションはカットしやすく、横のつながりがきれいにしやすくなります。本来これらのことを理解してカットします。6. オンベースとオフベース。パネルの引き方によってベース内で引くかベースを外すか、外す場合はどの位置にするかによってデザインが変わります。図の左側はオンベースです。図の右側はオフベースです。頭の形や位置によって惑わされることなく、決めてカットすることで左右対称にカットすることができます。7. ベーシックでのグラデーションルール。はじめにもお話ししましたが、グラデーションでのカットルールは引き出したパネルに対して直角にカットすることです。この前提が崩れてしまうと、初めのうちはうまくカットすることができません。いつも確認してカットしましょう。また絶対意識してほしいこと。グラデーションのポイントです。グラデーションの効果で意識することは、ヘアデザインのシルエットポイントを決めることです。横から見た場合、グラデーションのパネルの引く角度によってポイント位置が上がったり低くなったりすることです。このことで印象が変わり、シルエットが変わります。前から見た場合には、グラデーションの付け方で顔立ちに似合う似合わないが出てきます。ではカットを始める前に、これから作ろうとしているデザインをしっかりイメージします。顔に対しての長さやバランスなどチェックしイメージします。今回はこのような仕上がりを目指します。では早速動画をご覧ください。ここのブロッキングは前下がりの場合は前下がりに取りますが、今回はアウトラインは床に平行ですので、その場合平行に取った方が目安になり良い結果が出ます。今日のブロッキングラインはこめかみのところからカットラインと同じように平行にブロッキングラインを取ります。バックからはもう半分は前に向かって取っていきます。このように U 字型に取ります。
バックはセンターで分け取り、頭の一番出ているところより少し下から耳の付け根に向かって床と平行にブロッキングを取ります。上の図のようにブロッキングを取ります。ワンレングスのカット方法と同じです。この三つ襟幅のところでワンレングスにカットします。あとは同じですので、もしわからない場合はワンレングスニューベーシック1をご覧ください。大切なことはアウトラインですので、なるべく素早くカットします。トップを残してカットできました。要はこのくらいの厚みを残して上のグラデーションを入れていきます。特にフロントサイドは厚みを意識してグラデーションをつけていきます。センターで分けて頭の一番出ているところより少し上から耳の付け根に向かって前下がりにブロッキングを取ります。横から見てこの長さに対してどのくらいのポイント位置にするかを確認します。ポイントをどこからつけるかを考え、グラデーションのパネルの引き上げ角度を決めます。今回はこのぐらいにします。上の紙もどこに落ちてどこからグラデーションになるかイメージできてからカットに入ります。イメージできたらセンターで縦スライスにパネルを引き出し、アウトラインの厚みをよく見てカットします。一番元になるガイドですので少し長めにカットしてイメージがつかめたら希望の長さをカットするぐらい慎重にカットしても良いでしょう。センターでのガイドができましたらセンターで分けて斜めスライスで次のパネルをカットします。そして次はこのぐらい、その次はこのように、そして次はこのぐらい、最終的にブロッキングラインと同じようになります。図のようなスライスラインにカットしていきます。これが下の厚みになります。
このガイドをよく見てカットしていきます。あとは同じようにカットを進めていきます。反対側も同じようにカットすることで左右対称にカットできます。カットできましたら、この段階で左右対称か確認します。できましたら、次のスライスラインはこのように取ります。上の図でも確認してください。このブルーのところのようにカットします。引き上げ角度はだいたい45度より少し下くらいでしょうか。頭を垂直にしてパネルの引きの角度をよく覚えておきます。バックセンターへ引く角度はアウトラインの厚みを残して穴を開けない角度で引きます。バックセクションでパネルの引きは中心部をボックスをイメージしてこのぐらいの幅を平らな面としてカットします。フロントサイドに向かっては頭が丸いのでそのことを意識してカットします。真横から見た感じと違うと思いますが、真後ろはこんな感じに引いています。ヘムラインはアウトラインに穴を開けないようにガイドとガイドを結ぶように引くと引く角度は決まってきます。このヘムラインはアウトラインを残してカットします。図のブルーのパネル以降はこのようなスライスラインでカットします。反対側も同じようにカットしていきます。
できましたらトップのカットに入ります。トップはセンターで分けます。トップ、バックからカットしていきます。トップのパネルは少し角度を上げてカットします。はじめのグラデーションのところでも解説しましたが、頭の形が丸くなっているところですので、下と同じ角度で引くとダウンステムになってしまいます。グラデーションのラインがはっきり出てしまい、なだらかさがなくなってしまいます。図解でこのグリーンの部分です。フロントサイドはあまり段差をつかないように引き上げ角度は抑え気味にカットします。反対側も同じようにカットします。できましたら前髪カットします。前髪部分は両サイドから毛束を取り、センターで集め、唇が隠れる程度にカットします。次に目尻の上がったところの横幅部分を前髪として、センターのガイドに合わせてセンター方向に引きカットします。この図のようにカットします。もちろん反対側も同じようにカットします。そしてフロントサイドの紙へとつなぎます。両サイドできましたら全体を見てアウトラインのチェックカットをします。
これでウェットカットの終了になります。では乾かして仕上げの段階でチェックカットをします。ウェットカットのチェックですので、アウトライン中心にチェックカットして仕上がりになります。だんだん仕上がってきました。出来上がりになります。では乾いた状態からドライカットします。全体を見るとサロンスタイルとしてはバッグのポイントをもう少しなだらかにしたいのと、全体に紙に動きを出したいので、これからドライカットしていきます。ではバッグからポイントをもう少しなだらかにしたいと思います。最初にバッグのアウトラインから毛先にチョップカットしていきます。ヘムラインもチョップカットします。反対側も同じようにします。次に中間部縦スライスに近い斜めスライスで毛先にチョップカットしていきます。こちら側も同じようにします。周りをチェックカットしながらチョップカットを入れていきます。トップ部分も毛先にチョップカットします。
次にフロントサイドも毛先の表情が出やすいようにチョップカットしていきます。反対側ももちろん同じようにチョップカットしていきます。頭の8回り、トップ部分も同じようにチョップカットしていきます。引き続き前髪部分も毛先にチョップカットします。次に髪に動きが出るよう空間をつけるようにそぎを入れていきます。襟足部分から表情が出るようにそぎを行います。中間から毛先に向かってグラデーションにそぎを行います。カットラインがグラデーションのところはグラデーションに入れていくのが基本です。髪の密集度は違いますので見ながらそぎを行います。襟足部分の表情の出方でスタイルの良し悪しが決まりますので、自分が求める表情を作っていきます。少しインサイドグラデーションになるように毛束を半ひねりしながらそぎで表情を作ります。バック中間部、髪が一番密集しているところです。毛束の3分の1から毛先に向かって入れていきます。毛束を上げるのではなく、グラデーションの角度で入れていきます。トップはどうしてもここのところ重くなりがちですので、毛先にそぎを入れます。ウェット段階で重くならないようにカットできますが、まずは基本のカットの仕方で今回はカットしました。頭の対角線上で8回り部分に入れていきます。少しレイヤーの角度になりますが入れていきます。これは日頃からの経験でヘアスタイルを多く観察して毛流れや動きなど自分が綺麗と感じるストックを多く持つことです。このくらいの薄さ加減、動きなど感じて表現できるようになります。
フロントサイドも表情を見ながら調節していきます。このようにウィービングの要領でそぎを入れることで毛艶と動きが出ます。このように手ぐしで溶かしてみて、ここにこの動きが欲しいといったところにそぎをプラスしていきます。できましたので、オイルを軽くつけて仕上げます。仕上がりです。はい、今回はグラデーションカットの理論とカット動画を見ていただきました。前下がりのグラデーションボブをカットしましたが、先にアウトラインを決めてから前下がりのグラデーションをカットしました。ガイドとガイドをつなぐようなグラデーションの入れ方です。初めのうちはガイドが見つけづらいかもしれませんが、しっかり見つけてからカットしましょう。次回もグラデーションカットを行います。ニューベーシックで大切な要素、リンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。夢を現実にするための第一歩、ワンレングス、ボブ、ニューベーシック1。前下がりのボブもより詳しく解説した動画もあります。リンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってください。これからのカットがよりスムーズに理解できるようにお役立てください。
もっとカットが上手になりたいとか、スキルアップしたいと考えている方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、今回の動画が参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また、概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。